だゆ今回は黒ペンで描ける簡単なミニアイコン紹介していくよ。スケジュールやカレンダーいろんなとこに描けるけん絶対描いてほしいっちゃけど、絵心やセンスがないそんな人でも絶対描けるけん最後までついてきてね。なんと今回は53個のアイコン描いていくけんめちゃめちゃ使えると思う。楽しみに見てってね。こんな場所があるって知っとる？絵心や手書きが苦手でも書き方やコツを知れば絶対大丈夫。作品添削で力もつくし、何より楽しむ仲間がいっぱいおるけん迷わず安心して飛び込んでおいで。詳しくは概要欄をチェック。では早速書いていこうかね。まずはメール。これはねちょっと長方形を書いてこうやってね三角で閉じます。ここにハートとかつけたらラブレターとかになるよね。じゃあ次は会議はちょっとパソコンにしようかなと思ってます。でもうキーボードはもう点々点とかで簡略化してこんな感じ画面でね作っていきます。給料日はお財布ね。私ガマ口の財布がさ好きで、そうだけどこうやってね上塗ってこうやって丸をくっつけたらもうねガマ口あっという間にできます。支払いはお札がねちょっと飛んでってるような感じでこうやってね羽をつけてみたらどうかな。こうやって1234100円みたいにねピューッと可愛く羽ばたかしておきましょうじゃあ次電話はね携帯でもいいんやけど会社だけんこうやって受話器をねつけて、もうあんまりこういうのなくなってきたね。この間さうちの娘これ電気屋さんで見てさこれ何って聞かれたそれぐらいもう見なくなっとるよね。でも会社なんでこれにしましょう。調査とか検索とかね探したりとかするのはちょっと虫眼鏡をね入れたいなと。でこうやって絵のとこだけこうやってね太くするとより分かりやすいかなって感じね。お休みの日はもうお家にしちゃおう。こうやってさなんかちょこちょこね描けると可愛くなるし楽しくなってくるよね。今回はこう一色で描きよるけどねカラーで描いても絶対可愛いけんねやってみてね。宿題は鉛筆にしましょう。こうやってねくるんくるんって向こう側からこうやってくるってするとね結構描きやすいよ。提出なんかプリントとかノートとかね提出するときはこうやって描いていきましょう。ちょっとね下にこうプリントが重なってるような感じこうやってすると可愛いかなと思います。じゃあ次は子育て編です。いろいろ書いていこうかね。母子手帳とか育児日記とかこういうのねマーク書いとくと授乳のさ時間割とか書いていくときにさ意外と分かりやすいよね。私意外とみっちり書いとってこの間出てきてびっくりしたんよね。もう今絶対しきらんと思ってねこんな感じね可愛く書いていこう。で授乳はね哺乳瓶でこの乳首のとこから書いてあげてこうやってねちょっと角丸にすると可愛いね。で目盛りをつけてあげてツヤをつけて終わり。ご飯はカトラリーをねつけたいんやけどお子さんのやつはちょっとこう丸みを持たせてこんな感じですると意外と可愛いかなと。ここ塗ってもいいね。こうやってね。寝るは夜にしよう。なんかねんねしてる顔とかでもいいけどもう大人でも子供でも使えるようなやつだとねもう1個覚えると使えるけんこうやってちょっとしてます。でこのねピピピはこうやってね等分しながら書くと間がさ結構均等になるけん綺麗やけんね。この書き順でやるといいよ。お薬子供はカプセルは飲みきらんけどこうやってね粉薬とセットにすると、さっきみたいにさ大人でも子供でも使える感じになるけんね。こんな感じもうさっさって結構かけちゃうよね。5秒ぐらいでいけるけんね簡単で。病院はもう建物にしようね。上にこの赤十字のマークをつけてこうやってねやっていこうね。おやつ丸ボーロとかでもいいけど分かりやすいやつが一見こうキャンディーにしとこうね。赤ちゃんにはちょっとあれかもしれんけど誰が見てもやっぱパッと分かるのをアイコンにせんとせっかく書いても意味ないもんね。ということでキャンディーにしましょう。これはカートにしようね。こうやってね網網を書いてこれ持ち手ね。でここに車輪タイヤを書いてもうこれでいい。簡単。着替えはもう T シャツにしようね。
こうやってね左右対称に描いていくと描きやすいよ。一筆書きでもいいけどさ、形が取り切らん時って難しいけん、首を描いたらここを中心にしてね左右対称すると結構形が綺麗取れます。で襟のとここうやってね濃くしてあげるとより T シャツっぽくなるね。お子さんのこうイニシャル入れてあげるとか自分のとかそういうのしてもね可愛いよね。オリジナルになるね。検温は体温計やね。子供が使うなんかの丸っこいやつみたいなね、こんな感じにしよう。文字盤が出てくるやつね。ちょっと顔入れて可愛くしましょうお弁当ばっかりするとちょっとちっちゃくなりすぎるけん、おにぎりこうやってかなり角が丸いおにぎりにしてこうやってね重ねてやるとちょっとボリュームが出るのと可愛くなるので、こうやって顔入れてもいいね顔あってもなくてもいいよこれはね帽子にしましょう。こうやってグーって書いて、もうこれだけでね、登園の黄色い帽子をイメージしています。検診は予防接種とかあるやんね。やけんね注射にしようと思っとって、注射ってちょっと難しそうやろ。でもこうやってね四角書くやん。でこう書いてこうやって下こっちからピューって出てくるね。ここから出てくる。でこうやって書いてあげるともうすぐ注射かけるね。アイコンはなるべくパーツが少なくしてパッと誰が見ても分かるようにねするものを選びましょう。トイレのマークとかね想像してもらったら絶対さ男女絶対どっちか分かるやろ。そういうイメージでこういうアイコンを考えていくとねみんなにも伝わりやすくなるよ。カレンダーとか言ったら自分だけ分かるだけじゃダメやんね。家族も分からないかんとかあるけん、いろんな人が見てもっていうところを考えてやっていきましょう。じゃあ読書、さっき開いた本書いちゃったからここはねもう背表紙だけでこんな感じで本にしましょう。カフェ、コーヒーカップとかがいいね。こうやって持ってもうお皿とかこんなんでいいね。こうやって湯気をちょっと描いてあげて、顔入れても可愛いよって感じデートはハートにしましょう。でちょっと重ねて色つけてより可愛くしようね。ランチはお子さんのさっきカトラリーで丸っこくしたけど、これはねシャープな感じでいこうね。だからこうやってこんな感じ、もう線だけで表現するみたいなね。ここをちょっと太くしたりとかこう塗ったりとか全然していいけどね、そこは好きにやってみてください。もう一番簡単なやつであいあいはやります。ここね飲み会はビールがいいからこうジョッキを持つやろ。でこうモコモコモコっとさせてトントントン、もうこれだけ。美容院はハサミにしましょう。こうやってこうしてねこうクロスさせてこうやって丸くする。こうチョキーンってねキラーンみたいなこれでどうでしょう。なんかちょっとさくらんぼみたいに見えるけどここがね塗ってないけん大丈夫ね。あれやったらここ塗ってもいいね。こうやってそしたらここが歯だよっていうのがわかるね。次は気持ちね、顔のマークをちょっと簡単に描いていこうと思います。まずは丸ね。丸はねできたら下から描いた方が描きやすいと思う。丸自体も難しいって人おるやろ。やけんねこうやってちょっと今いっぱい先に描いていこうか。下から描いた方が形がね見やすいよね。このペンの先が見えるけんね。こうやって描くのもいいんやけど、ここに来た時ちょっとペン先見えにくくなるやんね。すると迷子になってさどうやって描いていいかわからなくなって最後はこうくっつかんやったりとかするけん、もう必ずねあいあいがおすすめするのはもう下からね高さを揃えて折り返して戻ってくるみたいな。こうやってするとねめっちゃ全部綺麗にほとんどもう全部一緒やろ。これだけねやっぱね逆で描いたけんちょっとここがボコってなっとるけど、これぐらいね。次は嬉しいからねいきます。ニコーっとしよっかね。でもなんか目もニコってしてもいいけど口だけでも十分可愛いけんこんな感じ。悲しいはこうやってわーみたいなちょっと口を開けて描いてみようね。じゃあ怒りましょう。怒るもんキーってねでこうやってこうちょっと牙とかつけたりとかして相当怒っとるでこれねこんなんつけてもいいね。つけなくても全然可愛いと思う。これでもね可愛いのかな怒っとるけどじゃあ泣くはもううわーって泣きたいからもうこうやってもう涙がザーって流れてるやつにしよう口を三角にしたらだいぶ悲しそうやね次びっくりは目丸く描いたもんね。点がいいよ。点が一番こうやってほらびっくり見えるよねはい、次はガーンとね白目にしましょう。こうやって横長の丸にしてこんな感じ
ちょっと髪の毛生えたみたいにも見えるけどね。これで顔はちょっとバラエティ豊かにできたんじゃないでしょうか。これがちょっとあるとね、また可愛いよね、スケジュール帳でもね。じゃあこっからはイベントに入っていきたいと思います。イベントはよく描くやろけんね。一緒に描いていきましょう。こんな感じで三角描いて、この角を狙うような感じでこう丸く描いたら結構ケーキに見えるっちゃね。で下のお皿を描いてその上に乗るような感じ。こうするとね、もう普通に綺麗にケーキ描けます。こんな感じ。ここにろうそく乗っけてもいいし、ホールのケーキにしてもいいけどね、今回はこのカットケーキにしました。記念日はパーンとね、みんなでお祝いしてるイメージでクラッカーにしましょう。でこうやってパーってちょっと飛ばしながらこう紙吹雪をちょいちょい入れて可愛くねしましょう。よし OK。 旅行はねキャリーにしたいね。ちょっと長い四角描いて3本ラインね。で下にキャスターっていうかこうタイヤつけて持ち手をつけたら完成。ドライバー車にしましょう。上を描いて下をこうやって描くと描きやすいかも。図形がくっついたような形は分解してどこから描いたら描きやすいかっていうのを考えて描くとね、形が狂わずに、特になんか絵にあんま自信ないなーっていう人は描きやすいと思うけどね、書き順結構ね気をつけて描いてほしいね。次温泉いきます。温泉はもうさ、このこれなんちゅうのかな、湯煙マークっていうとこうね、なんか肉まんから毛が生えたみたいなこんな感じのやつで、やっていきましょう。釣りね、釣りは釣り竿先描くでしょ。でこうちょっと描いてここにねお魚をつけたい。こうやってやっぱ釣り好きなお父さんがいたりとかね、結構いろいろあると思うので入れてみました。撮影記念写真とかそういう時に使ってほしいから、でやっぱママも結構多いと思うからね、お子さんのイベントとかこうやって使えるように考えてみました今回ね。でこのレンズの周りがちょっと太いとね、よりなんかこうカメラっぽく見えるよね。もう太さはね正直まちまちでももういいよ、見てパッて分かればいいけ。お知らせメガホンにしましょう。こうやってね三角大きいの描いて、今度ちっちゃい三角描いてちょっと線描いて、ここに音符をちょっと入れると可愛いけん。こんな感じ。ここに顔入れても可愛いと思います可愛いね。じゃあ最後のお祝いはこうやってねくす玉にしたい。こうやってザーってねちょっとツヤを入れたりとかするとぽく見えるので、こんな感じ良いんじゃないでしょうか。ここにさお名前入れてあげたりとかメッセージが入るサイズなら入れてあげてもいいと思います。可愛いよね。上のくす玉塗ってもいいしね。じゃあ来ました。最後はね記号ちょっと入れると可愛くなるし、ポイントとして ToDo のところに記号入れたりとかしても使えると思うけん、こんな感じで書いていきますが、まずハートどっからみんな書くかな。下から書く、上から書く。これも形取るのが難しい人は左右対称をイメージして真ん中からねこうやって左右対称になるように書いてください。こうやってたらね綺麗に書けるんよ。ちょっと丸いと可愛くなるし、こうやって細いとちょっとおしゃれになるけんね、好きな形でやってみてね。星は一筆書きいきますよ。中が何も線がない方がかっこいいから、こうやってもうこのね長い三角の連続、ここの角が結構ツンとしとったらおしゃれな感じ。若干こう痛さも感じるけど、でもこっちの方がシュッとしてスマートね。これも形がねこうツンってしたとこが短かったりとかするとちょっと可愛くなるよね。キキララみたいなお星様になります。じゃあ花丸も簡単にねこうやってこんなのも描けるとね結構ポイントになるよね。ポイントはここの余白ね、こことこことここが離れてる方が可愛いかなと思います。矢印オーソドックスなっていうか普通のこの線のタイプと、ちょっと中が白くて抜いてる感じはこうやって描いていくといいよ。やっぱりね左右対称をイメージしながら中心になるとこを決めて上下対称みたいな感じで描くと描きやすいと思います。じゃあびっくりした時のマークね、こうちょっとこうやってトゲトゲした感じ、上横してこういうちょっと注目線みたいな感じ、こういうのもね結構使えるけん、ぜひねスケジュール帳とかカレンダーで使ってみてほしいね。お知らせ、最新情報が誰よりも早く届く公式 LINE も概要欄からチェック。
みんなお疲れ。今回は黒ペンだけで描ける簡単なアイコンを描いてみたけど、一緒に描けたかな。これはカレンダーとかスケジュール帳だけじゃなくて、実はこうやってちっちゃいね、もう本当にこのままスケジュール帳に描けるシールに描いてみたりとか、こんな感じで付箋とかのミニイラストとして使っても可愛いよね。一色でももちろんいいっちゃけど、色をねつけたい人はつけてみたりとか、何かを組み合わせてみたりとか、オリジナルでねいろいろ考えて、いろんな楽しみ方もっと見つけていってね。今回のアイコンの描き方参考になったかな。ぜひチャンネル登録や高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた一緒に描いていきましょう。じゃあね、バイバーイ。